浮世絵。浮世絵を見たことがありますか？浮世絵の浮世とは、浮世、辛くて儚い世界のことです。つまり、浮世絵とは、現実世界を描いた流行画という意味です。江戸時代に多色刷りの版画を大量生産する技術が発達しました。庶民でも気軽に絵を楽しめるようになると、才能がある浮世絵師が次々と登場しました。この動画では、浮世絵の歴史とともに、当時人気があった、そして今も人気がある浮世絵師を紹介します。菱川師宣。版画は古い時代には物語の挿絵でしかありませんでした。しかし、菱川師宣の絵は人気があったので、文字より絵が多い本が出版されるようになって、やがて絵を1枚だけで販売するようになりました。菱川師宣は浮世絵の祖と言われています。彼のスタイルがその後の浮世絵の基本になりました。鈴木春信。それまで黒で刷った版画に赤や緑を塗ったり重ね刷りしたものはありましたが、色をたくさん使った版画はありませんでした。だんだん裕福な旗本や商人が芸術作品にお金を出すようになって、版画の技術が発達して多色刷りができるようになりました。その頃に人気があった浮世絵師が鈴木春信です。北川歌麿。美人画といえば北川歌麿です。多色刷りの版画で色っぽい美人を描いて人気が出ました。白雲母の背景に遊女や花魁を大きく描いた作品が多いです。幕府の方針が変わって庶民の贅沢を禁止するようになると、歌麿は将軍を揶揄した疑いで処罰されました。そしてその2年後に亡くなりました。東秀斎写楽。謎の浮世絵師といえば東秀斎写楽。黒雲母の背景にデフォルメされた役者の顔を大きく描いた絵が印象的な写楽ですが、絵師本人については記録がほとんどありません。活動期間はわずか10ヶ月。しかも最後の数ヶ月の作品は別人のように画風も質も違います。すべてが謎に包まれた絵師です。葛飾北斎。江戸時代、庶民が旅行するようになると、名所を描いた風景画も人気が出ました。その第一人者が葛飾北斎です。特に富嶽三十六景は有名です。輸入したプルシアンブルーの顔料を使って美しい海と空を表現しました。版画だけではなく、晩年には多くの肉筆画の傑作も残しています。歌川広重。風景画のもう一人の巨匠、歌川広重は特に構図が素晴らしい浮世絵師です。代表作は東海道五十三次、名所江戸百景などの風景画シリーズです。北斎と同じくプルシアンブルーを多く使っています。歌川国芳。歌川豊治から始まる浮世絵の流派、歌川派は、たくさんの人気絵師を輩出しました。その一人、
歌川国芳は武者絵を多く残しています。風刺的な絵も多く描いて、当時の庶民からとても人気がありました。北斎などの影響も受けましたが、西洋画の手法も取り入れて、後世の浮世絵師に大きな影響を与えました。月岡義俊。12歳で歌川国芳に弟子入りした月岡義俊は、最後の浮世絵師と言われます。時代は明治に変わり、不安定な時代を反映して残酷な絵を多く描いたシリーズで人気が出ました。それで血まみれ義俊と呼ばれました。人気が出た後は精神的な病気に苦しみながら新聞の挿絵なども手掛けました。川瀬波水。人気がなくなってしまった浮世絵を復興させようと努力した浮世絵師が川瀬波水です。近代風景版画の第一人者と言われます。アメリカの鑑定家によって紹介されて、日本より欧米で高く評価されています。明治維新の後、浮世絵はだんだん衰退して、浮世絵師は職業として成り立たなくなりました。しかし、欧米で評価されたので、日本国内でも浮世絵が再評価されるようになりました。ですから、浮世絵については、日本人より外国人の方が詳しいかもしれません。面白いと思ったら、ぜひ自分でも調べてみてください。